いっすっすー、霊夢部長インスタを。おいっすっすー。今回は一人一人のコーマ間組の関係性を紹介していきますよ。一人一人ってことはレミリアが本命リンをどう思ってるのか、パチュリーについてどう思っているのかってことね。意外と知らない関係性がありそうでめちゃくちゃ面白そうじゃないか。新年一発目はやはり東宝一作目に活躍したコーマ間について一緒に学んでいきましょう。では最初にコーマ間組の各キャラの役職とコーマ間についてをざっと見ていきましょう。まず現在のコーマ間の主がレミリア・スカーレット、そしてその妹にフランドール・スカーレットがいます。そしてコーマ間のメイド長を務めるイザヨイ作や、コーマ間の門番を担当するのが本命リン、またレミリアの友人で図書館の管理人であるパチュリーといったのが主な構成ですよ。改めて見返しても面白そうな関係性をしてそうだな。そんな彼女たちはコーマ間という遠い外の世界から来た館に住んでいます。意外と知らなかった人が多いと思うがコーマ間組は別の世界から来たんだよな。コーマ間は赤く窓の少ない洋風の館となっていますよ。窓が少ないのは主人が日光が苦手なので窓を少なくして遮断しているんだよね。妖怪の山のふもとかつ、霧の湖のあぜに立っているのです。どうやらプリズムリバー邸に近いようだぜ。プリズムリバー三姉妹もある意味外の世界から来ているので、おそらく共有しやすい場所なんでしょう。内装も赤を基調としているのですが、外観に比べて広く見え、これは昨夜が能力で空間を拡張しているためです。また時計台もあり、夜中には鐘が鳴らされるぜ。その頃にスカーレット姉妹が目覚めるというわけですね。コーマ間の近くで住むと、目覚ましで夜中目が覚めてしまいますね。また賑やかなことが好きなレミリアはやはりパーティー会場も設けています。ここでは定期的に社交パーティーが行われていてたくさんの種族が集まってきますよ。東方暴月賞を見ると、単独が好きな風見優香や、閻魔の四季様、森谷一家ととんでもない方々も来るほどで幻想郷の名物の一つとなっていると思われますよ。地下にはパチュリーの大図書館があり、その地下の牢屋にフランドールが好んで暮らしています。牢屋があるってことはもともと他の所有者がいた可能性が高いな。このコーマ間の主人はレミリア・スカーレットで、種族的に頭はいいのですがまだまだ幼いので、実質的にはメイド長のイザヨイ作也が仕切っていますよ。幻想郷でもかなりの数のキャラクターを構成要員として持っている勢力だぜ。内部が洋風であったり、純粋な魔に属する妖怪が主人を務めるなど他の施設にはない特徴を多く持っていますね。それではここからは、コーマ間組のメンバーの詳細とメンバー同士の関係性について解説していきますよ。それではまずはじめにコーマ間の主であるレミリア・スカーレットの関係性を紹介しましょう。東方コーマ教の最終ボスで、500年ほどお嬢様をしていますよ。ゲーム中は匂わせてるだけで何にも語ってないですが、種族はれっきとしたヴァンパイア。コーマ教の異変公務異変を発生させたのはレミリアで霧を発生させて幻想郷を覆い隠したのも種族柄苦手な日光を遮断するためなんだよね。すでに500年以上生きているのに、性格はわがままな幼い少女というギャップある性格。前回の推しキャラを好きになった理由でもそこがレミリアの人気だと分かったよね。東方暴月賞ではロケットを作ると言い出したり、飽きたらコーマ間の中にプールを作ったりと原作では結構わがままお嬢様をしていますね。住人はそのレミリアの奇想天外な発想を楽しげにやってますよ。コーマ教テキストでもほとんどの妖怪に慕われているけど、そのカリスマは彼女の人格ではなく、その種族に対する F だそうです。ロスワとかゲンプリとかのレミリアらはかっこいいけどあれはあくまで二次創作なのね。家族は妹が一人いますが、それ以外は全て謎。そんなレミリアとコーマ間の門番である本命リンとの関係性をまず見ていきましょう。ちなみにフランドールの関係性は複雑なので最後にまとめて話していきますよ。了解したぜ。なんだかんだで一番この二人の関係が謎です。過去については全くの不明ですが、ただメイリンはかなりレミリアのことをとても慕っている描写がありますね。コーマ教でもメイリンは倒されるとお嬢様の名前を呼んでいたりしていて、かなり深い関係性。さらに東方奇想天則で衝撃的なことが分かったのですが、なんと主のレミリアとは漫画の貸し借りをする程度に仲がいいようです。漫画の貸し借りってもうほぼ友達みたいなもんじゃん。しかもレミリアの方から屈託のない笑顔で漫画を進めていました。また愚問式の本メイリンの説明によれば、メイリンは格闘家でもあるので門番をしていると試合を申し込まれるようですが、コーマ間の主もその試合を見て楽しんでいると言われているようです。ということはコーマ教でも霊夢たちと戦っているところを見て楽しんでいた可能性が高そうだね。本命リンとは先ほど漫画の貸し借りするぐらい仲がいいと言いましたが、なんだったらちょっと舐められてるぐらいです。奇想天乗りでメイリンがレミリアに勝つと、あら、調子悪いみたいですね。昼間だからですかという煽りを入れてきます。メイリンお調子者やな。ただこれも仲が良くないとできないよね。実はレミリアの一番の娯楽友達はメイリンなのかもしれませんね。確かに陽気なレミリアと陽気すぎなメイリンは仲良さそうだよ。日頃どんな絡みしてるのか気になりますよ。ちょけて普通にメイリンがレミーって呼んで、それにレミリアが乗って、
もう、何よ姉ちゃんと言っているのを望むよ。それもお友達やないか。このように実はかなり仲のいい二人だったのです。もうちょいこの二人の絡みも見たいよね。続いてレミリアとイザヨイ昨夜の関係を見ていきましょう。昨夜はレミリアに対して忠誠を誓った中でどんな時も一緒なイメージがあるぜ。皆さんも二人はとても仲がいいというか、信頼し合っていて昨夜はレミリアに忠誠心がある、と思っていると思います。しかし、実はそうではなかった。東方高魔教のおまけテキストの昨夜の紹介で、特に高い望みもなく、ただ飯が食えればいいので高魔館でメイドとして働いていると書かれています。そんなど一般的な理由でメイドしてたの？確かにそれは嘘ではなく、貝塚と3月生では死なないと分かっているので毒入りの紅茶を飲ませたり、心情エンディングではナイフの試し切りをレミリアでしようとしたりということもしてますよ。いや忠誠心どころが殺しにかかってるやん。これは、書籍などでも二人は冗談を言い合ったり、館内で怪物くんごっこをしたりとフレンドリーな関係だからです。なるほど、メイドはメイドでもメイドごっこなのね。なのでヨーヨームのエンディングではがっつり敬語を使っていませんよ。面白いなぁ。全然イメージと違ったぜ。二次創作だと忠誠心バリバリの昨夜さんが主流ですからね。原作はやはりその先のことをしていたのです。さすがはズンさん、天才すぎる。またレミリアお嬢様が部下に対する接し方もいいですよね。続いて友人のパチュリーを見ていきますよ。とにかく二人は仲がいい。互いにレミー、パチェとあだ名のように呼び合っているもんね。パチュリーがかなりレミリアを好いていて、東方ヨーヨームでは昨夜が持ち帰った桜でミニチュアを作ってレミリアに見せていました。また東方暴月賞ではレミリアの無茶振りであるロケットの作成を手伝ったりとパチュリーがレミリアのこと大好き。あのフレンドリーお嬢様は動かないダウナー子ちゃんも動かしちゃうのね。そうそう。二つのに動かない図書館とあるように普段は図書館にいることが多い中、レミリアの言うことだけは聞いていそうですよね。他には東方3月生で初明星を見るためレミリアとパチュリーは一緒に外を眺めていました。すると三陽星のいたずらで作った光が初明星だと思って一緒になって喜ぶシーンなんてありますよ。この二人の感じを見ると、友人どころか親友の域だな。マリサに本の盗み癖にちゃんと叱ったりとパチュリーはかなり常識人なので関係がいいとなるとレミリアは性格がいいことがよくわかるな。またレミリアはパチュリーといる時は見たこともないくらい二人はフランクな喋り方になりますよ。めっちゃ気になる。パチェどしたの？レミリアほらさ、なんであんたも動かないのさ。ほよ。私は動いてるわよ。まだ。私は天気悪い中出かけたくないのよ。天気が良くても出かけたくないんじゃないの？雨でも晴れでも。晴れは天気悪いんじゃなくて？なんでもいいけどね。でも、私はちゃんと調べているわ。天気のことについて。パチェに任せてたらいつ解決するかわからないわ。パチュリーがほよ。なんて使うなんてレミリアの前だけだろうね。異変絡みとはいえ、天気の話というめちゃくちゃ世間話でした。レミリアの方も非常にパチュリーのことが好きで東方地霊記伝では寝込んだパチュリーを看病するシーンが見られます。お嬢様に看病されるなんて速攻で元気になっちゃうわ。このようにレミリアお嬢様は誰とでも仲良くなれるフレンドリーさがあり、友達思いな方なのがわかりますよ。こんな人の元で働くなら幸せだよ。では次に高魔館の門番である本命輪の関係性を見ていきましょう。このキャラなんだかんだで謎が多いけど、高魔館のメンバーとはどんな関係なのか気になる。まずレミリアとの関係は先ほど話したので飛ばして、昨夜との関係を見ていきましょう。この二人って結局どんな関係なの？この二人は非常に不思議な関係です。まず東方3月生では昨夜がメイリンに命令しているシーンがありますよ。昨夜の方はメイリンに向かって命令口調で話していますが、メイリンの方は昨夜に対して敬語で話していて昨夜の命令を聞いている。ということはやはりメイリンは昨夜の部下になるのか？おそらくそれに関しては合っていると思いますが、先輩後輩という部分ではメイリンの方が上の可能性が高い。昨夜がメイドになったのは15から19年前の可能性が高い。その理由は愚問式によれば昨夜は10代後半らしく東方高魔教のテキストによると10から20年ほど人間をやっているという、もともと人間ではなかったことのようなことを書かれています。アキューの考察によれば元ヴァンパイアハンターだったらしいしね。なのでその短い期間に本命輪が入った可能性はかなり低い。レミリアがいつから高魔館の主になったのかは不明ですが、数百年前からやっているとすれば先に本命輪がお嬢様の世話係だった可能性が高いですね。なるほどね。確かに言えているな。メイリンの方が先輩だけど、メイド長となった昨夜の方が一応上司ってことね。東方地霊記伝では昨夜が罪人と思われていたからというのもあるけどもメイリンは昨夜に対して敬語ではなかったのでそもそもそういう上下関係がないかもしれませんね。メイリンは誰でも敬語を使うからな。結局上下関係は謎ってことね。続いてパチュリーとの関係を見ていきましょう。正式な見方としてはパチュリーとの関係としてはレミリアお嬢様の友人様って感じだよな。この二人が絡んだ場面は東方文化庁です。本命輪は実は門番だけではなくて高魔館の花畑の管理もしています。しかし急に花畑が星型にされていました。ミステリーサークルというやつね。そこにパチュリーがメイリンの元に来るのですが、その時メイリンはパチュリー様と、
様付けで呼んでいますよ。ここは二次創作と同じでちゃんと敬語で話してるんだ。ちなみにその花畑のミステリーサークルはパチュリーが作ったものでした。あんたかーい。ただパチュリーはダメなことはダメと怒る常識人なのでメイリンが管理している花畑を荒らすところを考えると仲がいいからやった可能性はある。多分、ただこんなことをされてもメイリンとしてはパチュリーはいい相談相手のようですよ。夢の中ではあるものの迫り来たる危機の対策としてパチュリーに相談しに行っています。そのことを考えると仲はいいものだと思われますね。まあ陽気で可愛いメイリンを嫌いになれる人なんていないでしょ。確かに、人里の人間から高魔感は恐ろしいが、あの門番のおかげで親近感が湧いたというものがいるぐらいコミュ力高いしね。あの毒舌で妖怪は厳しめの亜級も危険度低に設定していますよ。本当に君は妖怪なのか。続いて高魔感のメイド長であるいざよい昨夜と高魔感キャラの関係を見ていきますよ。昨夜も気になるところばかりだな。ではレミリアとメイリンとの関係はすでに紹介しているのでパチュリーとの関係を見てみましょう。昨夜とパチュリーも非常に仲がいいですね。先ほども言ってたけど、ヨーヨームではレミリアのために冥界のミニチュアでレミリアを喜ばせていたらしいもんね。また東方奇想展ではパチュリーが昨夜を呼んだらすぐに駆けつけているところ、かなり忠誠心もあるようですよ。パチュリーがロケット開発の素材集めに協力していたり、エイヤショーでは昨夜が陰口っぽい発言をしていたり、と意外とフランクな関係性なようですね。それは意外な関係性だな。新年はレミリアとパチュリとで年越しそばを食べながら過ごしていたりと家族も同然ですよ。続いてパチュリーのオレッジの関係を見ていきますよ。と言っても先ほど紹介したキャラのところで大体話せたので、もう少し深掘りをしていこうと思います。レミリアとパチュリーは友人ですが、プライベートは二人は何をしているか知っていますか？まあイメージ的には昨夜の作った独特な紅茶を飲みながら、本について談笑するみたいな感じじゃないの？東方奇想展の会話によるとどうやらプライベートでは一緒にカッパのところ、つまりよく川に行くらしいです。それすごくないか？パチュリーってメイリンによれば全然外に出ないらしいけど、自分から川を見に行こうって言ってくれてんのかよ。つまり本よりもレミリアの方が好きだということがわかりますね。いやー、なんだよそれ。めちゃくちゃときめいちゃうわ。それにしても川に行って何してるんだろう？レミリアって吸血鬼だから流れる水が苦手なので川も苦手なはずじゃない？確かに苦手ではあるものの暴月症では海は好きになっていたので、かなり水辺のあるところが好きらしいですね。なるほどね。パチュリーとしては皮肉も込めてだろうけど、レミリアは散歩が好きなのでパチュリーと好きな場所で散歩しているのかもしれない。なんとも微笑ましい関係なんだ。ちなみにレミリアもパチュリーの図書館で本を借りるらしいですが、本に紅茶をこぼしてどこかにあったらしいです。可愛すぎかよ。ではラストに、一番謎多きフランドールスカーレットと高魔感組の関係を紹介していきますよ。まずはじめにレミリアの妹のフランドールとの関係を見ていきましょう。この二人の関係って結局どうなの？結論から言うと、非常に仲がいい。フランドールはレミリアの5歳下の妹。原作でのセリフを見るとフランドールはレミリアをお姉様と呼び慕っています。フランはレミリアの名前を間違われた時に訂正していますね。その時のセリフがこちら。レイムレプリカとかいう、悪魔のこと？フランドールレミリアお姉様よ。へえ、意外にも様付けで慕っているんだな。ただ文化庁ではレミリアをあいつと呼び、レミリアもエンディングであいつと言っていて日頃は普通の姉妹のように呼び捨てっぽい。もちろんレミリアが妹思いなところがわかるセリフがあるんですよ。レミリアはケイネと初遭遇時に、ケイネはフランの家庭教師としてどうかと昨夜に話しているんですよ。またスズナーンにて、イメージカット的かつ後ろ姿ではあるが、レミリアとフランがペットのチュパカブラを眺める様子が描かれているよな。また東方地霊記伝ではメイリンにフランが喉元を持っていたのですが、ただ単に取り憑かれていたことに拍子抜けした時、レミリアがそのフランの可愛い仕草にクスッと笑うという、妹好きなお姉さんらしい仕草がありますね。初期東方地霊記伝のレミリアは美人いいお姉ちゃんすぎだ。他にはグリモワール・オブ・ウサミではレミリアと一緒にお忍びで弾幕花火大会に参加していますよ。ここの前日談書いてほしいぜ。最新の東方地霊記伝でもまた二人の絡みが見れそうなので注目です。次にフランドール・スカーレットと本メイリンの関係を見ていきましょう。おお、メイフラは二次創作の定番で人気の高いカップリングだよな。原作でも仲がいいんだろうね。しかし全くそんなことはなかった。それどころか関係が修復するのか怪しいレベル。どういうこと？メイリンとフランが絡む初の場面が、金木星先生の各東方地霊記伝で語られます。高魔館では怨霊の宮出口に襲われていて、メイリンも襲われたのですが、なんとフランがその邪気に気づいてメイリンの喉元をがっつり持つのだった。嘘だろ、初の絡みがまさかのハードな SM プレイ？フランがなぜメイリンに攻撃したかというと、メイリンがその正体を表したと思い攻撃したのです。やっぱり妖怪にしては異質すぎるメイリンは何か隠し持っているって
ことだよな。やはりフランドールも吸血鬼の別名竜の性質を持っていて、メイリンも竜の要素があるので、何か分かち合うところがあるのかもですね。分かち合うどころか共食いしちゃってるけどね。このように原作でのメイフラは非常にルナティックなものとなってしまったのです。マジで180度違うじゃないか。フランドールラブな子供たちが見たらだいぶショッキングでしょ。しかも特に仲を修復するような場面ってなかったよね。最新刊では、フランドールが悟りに協力する理由はパチュリーが襲われたからと姉のレミリアは言います。本メイリンも宮出口に襲われたのにあんまり気にしていないってことね。そのためフランドールとメイリンはあんまり仲がいいとは言えないのかもですね。ただフランドールだけが悪いように見えますが、フランの食事の時にサボってキノコの素材を入れ忘れるということもしているのでどっちもどっちでもありますよ。それはしゃあないね。原作では何とも言えない関係だったのが意外だぜ。逆に次絡むことがあればどんな話をするのか気になるところですね。続いて昨夜とフランドールの関係を見ていきましょう。意外と絡んだところ見たことないぜ。実は一度だけ東方地霊記伝で絡んだことがあります。昨夜が犯人だと思われて先ほど紹介したように地下にある牢屋に入れられました。昨夜は先ほども言ったようにコウマ館に入ったのが最近なので、フランドールがなぜここに住んでいるのか知らなかったようですね。うわぁ、本当だ。昨夜は新入りだからフランがなぜ地下に住んでいるのか知らなかったのか。最初はフランの妖怪らしい危ない美学に戸惑うも、後々一緒に笑い合うぐらいまで仲良くなっています。よかったよかった。メイフラみたいにならずに済んで、というかフランと昨夜がガチでちゃんと対面したのってめちゃくちゃつい最近なのかよ。意外すぎたぜ。なかなかに驚きポイントですよね。最後にパチュリーとフランの関係を紹介しましょう。昨夜とメイリンの関係を見るとパチュリーもどんな感じかわからないな。結論から言うとパチュリーとの関係はかなり良好。それがわかるのが東方地霊記伝の最新刊。これも本当につい最近判明したのか。レミリアの考察によるとパチュリーを乗っ取った怨霊に復讐したいと思って悟りたちに協力していると言っています。なのでフランはパチュリーのことがかなり気に入っていることがわかりますね。おお、フランとパチュリーは仲が良かったのか。栄夜賞で教育係をしているっぽいのが昨夜の口から聞けるしね。案外パチュリーは親のような役割があるのかもですよ。ただ同じように乗っ取られたメイリンには特に何も触れていません。メイフラは破壊されちゃいました。さて以上が最新の東方コウマ館組の関係性まとめです。つい最近謎が回収された部分があったことを知れて面白かったよ。2025年も私たちを楽しませてくれるコウマ館組の動きに注目ですね。視聴者さんの好きなコウマ館のカップリングがあれば教えてくれよな。また皆の推しキャラの好きになった理由もご紹介しているので見に行ってみてくださいね。それではここまでご視聴ありがとうございました。